人間に生きる意味はありません。けれども人間は意味付けをして生きていく生き物なんです。ペンネームテノレさん、30代の男性からいただいたお悩みです。太后将様、スタッフの皆様、はじめまして、テノレと申します。いつも YouTube やメルマガを拝見しております。生きるとは何なのか考えていたとき、太后将様の YouTube に出会いました。一つ一つのお言葉が深く体に染み渡るのをとても感じております。心が騒いでいます。お話をお聞きいただけたら幸いです。私は現在36歳です。社内システム開発のシステムエンジニアをしています。社会人になり10年以上が経ちました。入社してすぐは早く一人でも仕事ができるようになりたい。今いる先輩方と肩を並べたい。そう考えながら目の前のことに集中し、仕事にがむしゃらに取り組んできました。そしてチームリーダーを任せられるようになり、チームが少しでも働きやすい環境を作りたいとも思い、仕事に力を注ぎました。この時代は残業時間をうるさく言われない時でしたので、終電の毎日だったものの全く苦ではありませんでした。仕事を早くマスターし、チームを楽しくする環境づくりを自らしたいと思い、取り組んでいたので、むしろ楽しく仕事をしていました。そんな取り組みが評価されたのか、ありがたいことに、部内では早い出世ができました。その後、違う部署へもヘルプで入るようになり、あらゆる場で活躍する環境をいただきました。しかし、ここで少し異変が起こりました。このままでいいのだろうかという不安です。目の前のことに取り組むことは自分の考えでは間違えていないとは思っているものの、それが本当にしたいことなのかどうか、それがわからなくなってきたのです。もともと SE をしているのも、大学時代にこれからは IT だくらいで進んだ道です。本当にしたいことは何なのか。人生が終わるときに後悔しないようにしておきたい。そう思うようになりました。しかしやりたいことがありすぎて何から手をつけてよいのかがわかりません。どれをしたとしてもうまくやれるというセルフイメージはあるのですが、逆にそれが邪魔をして、これをまずはやれると決められていません。周囲には器用貧乏だねとよく言われます。さらに今の時代、生きていくためにはやはりお金も必要となります。やりたいことでどうお金をいただくのか、本当にお金をいただけるのか、そのような不安も心にあることは確かです。今は結婚していますので、たくさん稼いで家族には良い思いをさせてあげたいとも思っています。そのような不安を抱えていても、これなら本当にやりたいということは何なんだろうと考える中で、自分が生きる意味とは何かを考えるようになりました。そんな時、今は親鸞上人の言葉を勉強しています。幼い頃から母から人に優しくしなさいと教わってきましたので、人に対して何ができるかを考えること、相手の立場になって考えることを大切にしています。相手のために人のために行動していても、あるレベルを超えると、感謝の言葉など見返りのようなものを求めている自分に気づき、そんな時はそんな自分がとても嫌になります。見返りを求めるためにやっていたわけではないのにと、そのように自分の心は満たされていないことも時々ありました。長文となってしまい大変申し訳ございません。お読みいただき本当にありがとうございます。改めて太后和尚様にお聞きしたいのは、生きるとは何なのか、その考えをお聞かせいただいたら幸いです。太后和尚様、ナーランダ出版のスタッフの皆様、ご対応だとは思いますが、どうかお体をご寵愛くださいませ。このように自分の考えや不安を書き出せる機会をいただけたことを感謝しております。よろしくお願いします。お釈迦様の人生の過程の中で、死門出遊と呼ばれる出来事がありました。お釈迦様は29歳で出家をなさったと言われていますけれども、その前はお父様がインドの
現在のインドの北の方の地方の豪族といいますか小さな国の王であった、その王子として生まれたわけですから、お釈迦様はお城で何不自由のない生活をしてらっしゃった。四季それぞれに合わせた別荘があり、奥さんもいて子供もいて、そんなお釈迦様が人生とは何なのか、生きる意味とは何なのかっていう、やはりテノレさんと同じような悩みに突き当たられたんです。そしてある時城から出て行った、ある門から出て行った時に、そこで何かしら体中に不調が起きていて苦しみあえでる人を見た。それを見てお付きの人にお釈迦様は聞かれるわけです。あれは何だと。そうするとお付きの人が言うんです。あれは病人でございます。人間はみんな病気になるんです。それを聞いてお釈迦様はとても考えにふけって城の中へ戻ってしまわれた。そしてまたある時違う門から出て行った。そしたら外へ出かけて行った時に、もう骨と皮ばかりに痩せてよたよたとした腰の曲がった人間を見たんです。お付きの人に聞くんです。あれは何だと。あれは老人でございます。みんな人間は年を取ってだんだんあのようになるのでございます。それを聞いてお釈迦様はまた塞ぎ込んでしまわれる。そしてまたある時別の門から外へ外出なさった。そしたらそこにですね、ぐるぐると布でくるまれて人々に担がれながら、そしてその担いだ何かの周りをたくさんの泣いてる人たちが泣き叫びながらね、泣きながらそのものを運んでいる、その姿を見た。お釈迦様は聞いた。あれは何かと。またお付きの人が言いました。あれは死人でございます。命ある者はみんないつか死ぬんです。それを聞いてお釈迦様はまた塞ぎ込まれた。お城の中で小さい時から何不自由なく過ごし、食べるものにも困らない、着るものにも困らない、そして美しい女性を妃として迎え、そしてお付きの者たちに囲まれながら快適な何不自由のない全てのものに満たされた生活を散々送ってきたお釈迦様が行き詰まるわけです。生きるとは何なのかと。いずれ人間は病気になって老いて、そして死んでいく。何なんだろう、自分の生きるとは何なのか、命とは何なのか。そしてついにお釈迦様は出家をなさるわけです。さてテノレさんの問題は何かと言ったら、生きることに意味があると思ってらっしゃること、生きることに意味があると思っていること、これがテノレさんの問題です。答えのない問いを問い続けたら人間はどうなりますか。答えのない問いの周りをずっとぐるぐると回り続けるんです。答えのないけれども誰もが取りつかれて、そして離れられないけれども、それを無視し続けて生きるということもまたできない。ある一定数私たち人間の中には生きることの意味、それを問い続けて苦しむという人たちがいます。お釈迦さんもそういう人でした。そして過去の歴史に名を残すようなお坊さん方も皆さんそうでした。私もそうでした。テノレさんもそうです。でもひょっとしたら世の中に生きるということの意味など別に考えずにその日その日を生きている人たちもいる。それはそれで幸せなんだろうと思います。けれどもひとたび生きるとは何なのかっていう疑問を抱いてしまった人にとって、その問いを捨てようというのもまた難しい話なんです。
まるで引力に引っ張られて、そして太陽の周りを自転しながら公転している地球のように、星のように延々とこの問いの周りを回り続けている。けれどもいつかその寿命は尽きて砕け散っていく。だったらそんな難しい問題考えなくてもいいじゃないかって人がいるかもしれませんけれどもね、テノレさんそうはいかないんですよね。だから苦しい。さて、私の結論は何か。生きるということに意味はありません。命というものは生きる理由をつけて生きているわけではないんです。私たちはどうしても頭で言葉がありますから、ものを考えます。そしてこのものをたくさん考えるということが全てだと思い込むようになります。でもものを考え、そしてさまざまなことを知るということが、この高度に発達した脳を人間が持つことになったがゆえにできるようになった。そのことが、でも私たちがなぜ生きるのかということの、またそれが意味がないことなんだということもまた教えてくれる。そしてそれがまた分かるという解決も与えてくれたんです。何を言ってんだか分からないと思いますから、もう少し違う例で説明します。さて、私の結論は何か。生きることに意味はありません。それを頭で考え続ける限り答えは出ないんです。じゃあなぜ私がそう言い切れるのか。私は仏教というのは頭で考えることではないと思っています。また人生というものは頭で考えるものではないと思っています。じゃあ何かって言ったら、もっとフィジカルなものなんですよ。例えば私たちの体というのは意味があって生きてるわけじゃないですよね。考えるということをしませんよね。生まれた命というのはその命を、その最後が尽きる時が来るまで懸命にただひたすらに生き続ける、その方向に向かって動いていきます。そこに意味というものを考えません。意味がないから。例えば私たちの心臓は何か意味があって動き続けているでしょうか。私たちは私なんか生きてる意味はないんだと、死んでしまえと、そう思ってもテノレさんの心臓は動き続けてますよね。人間の体の中には髄位筋と不髄位筋というものがあります。意識して動かせるという筋肉と、意識しなくても動くという筋肉があります。例えば先ほど言った心臓がそれです。私たちが生きている意味をいちいち考えて意識的にそれを止めていたら死んでしまいます。だから心臓は私たちがどう思おうが何を考えようが、死んでしまいたいと思おうが同じように生き続けるんです。動き続けています。さて、じゃあ生きる意味はないのかと何度も言います。ありません。いやでも世の中には生きる意味を見つけて生きてる人たちがいるでしょう。テノレさんそうおっしゃるかもしれません。その通りです。人間に生きる意味はありません。けれども人間は高度に脳が発達して言葉を持つようになったがゆえに、生きることの意味を見出さないと生きづらい生き物になったんです。もう一度言います。生きること自体に意味はありません。けれども人間は意味付けをして生きていく生き物なんです。私たちは脳が発達して言葉を持つようになったがゆえにね、何のためという自分にぴった
ったりの意味付けを見つけて生きることができたら、とてもそこにですね、初めて右脳と左脳が一致するということが起きるんです。そしてとっても生きやすくなる。何度も繰り返しますけれども、生きることに意味はないけれども、自分にぴったりの生きることに対しての意味付けができた人は、その意味に向かって迷うことなく進んでいくことができる。これが人生なんです。例えば会社に通ってくる人たち、働いている人たちっていうのは、お給料と休みのために行ってるでしょう。けれども、ただ給料と休みのためだけに我慢していっているという会社は伸びません。けれどもね、もちろん休みや給料も大事ですよ。生きていくためにね。けれども、やっぱり自分がこの会社においてどういうものを作ろうとしているんだ。どうやってお客さんたちに喜んでもらってるんだっていうことの意味をもし全員が共有して、そして働きがいを持って、生きがいを持って働くことができたら、こんな幸せなことはありませんね。それが会社の理念なんです。こういう会社を作ろう。そういうぴったりとしたものがもし見つかって、その会社で働くことができたら、そこに意味を見出せている限り、人々は手野さんが経験されたように、もう終電間際で帰っても全然苦にならなかったっていうぐらい幸せになります。今世の中で働き方改革って言われますけれども、お休みと給料をたくさんもらったらみんなが幸せになるかったら、それは否です。ノーです。むしろお休みがなくても給料がなくても、個人事業主さんがみんなそうですね。社長もみんなそうですよ。雇われ人じゃないですから。何のために俺は仕事してんだろうと思ってたら苦しくなりますよ。けれども、自分はこの仕事をしてこういうふうにしてやってるんだっていうことに生きがいを見出せたら、ほら勤務時間なんか関係ないですよ。人に押し付けられることじゃないんですから。だから実はその働くということ、そこにも意味が、ぴったりとした意味が見つけて生きていくことができたら幸せだし、そもそも生きるということ、そこに自分はどういうふうに生きていきたいんだっていうことがもしぴったり見つかったら、これは人生は楽しいですよ。さて、手野さん30代にして今多くの人たちが手野さんに限らずね、一生懸命今までは生きてきたと。だけれどもある時それが一生懸命生きてきたのにふっと立場が上がって、会社で今まで夢中になって頑張ってきたのに上の立場になったら、突然やる気がないわけじゃないんですよ。体が疲れてるかって昔の方が疲れてるんですよ。だけどね、なんかこう自分の中に心のエネルギーが湧いてこなくなってしまった。それが今の手野さんの状況だろうと思います。さて、処方箋は何か。矛盾するようですけれども、徹底的に考えてみてください。何を考えるのか。生きることの意味じゃないんです。手野さんがどうやって生きていきたいのかということを考えてみてください。今まではね、会社のレールに乗っかってくればよかったんです。でも立場が上がってくるとね、今度ね、意味付けをしていくのは上の人の役割になってくるわけです。そしてまたその会社の意味というものを引き出していくのは手野さんの役割になってくるわけです。だんだんポジションが上がってくるとね、そこでみんな行き詰まるんですよ。例えば学校に通ってる学生さん、ね、幼稚園の時何も考えてないですよね。小学校に入ります、中学校に入ります、高校に入ります。だんだんその学校システムというものが終わりに近づくとみんな不安になるじゃないですか。だってそうですよ。1年生から2年生になればよかったです。2年生から3年生になればよかったです。何をやってて受験っていう目標があったんです。それが終わっちゃうとどうなるか。さあどうぞ自由に生きてってくださいって言われたら、どうやって生きていったらいいかわからないんです。一生懸命船に乗ってね、
オールを漕いでると、船を漕いでると。だけどね、ひたすら漕ぎ続けてると気づくんですよ。俺はどっちに向かって漕いでったらいいんだって。延々と行き着く当てのない大海原を全力で漕いでいるっていう状態になってしまう。そしてある時気づくんです。これってどこに着くんだろう。人間は脳が発達して考えるってことができるようになりましたからね。いつか気づいてしまうんですよ。これ延々とひたすら漕ぎ続けてるけど、どっかには着くんですよ。でも着かない場合もあるんです。そうでしょう。ずっと同じところをひたすら回ってるっていう可能性もありますよ。だから人生というのはわざわざ人間は意味付けをするわけです。アメリカに行きたいんだと。いや、トルコに行きたいんだと。ジパングに行きたいんだと。そしてその行き先を自分で見つけてそこへ漕いでいくわけです。全力で漕げますよね。目的地があるから。さて、この人生の目的、会社の短期的な売り上げとかね、会社の10年後ぐらいの未来ならわかりますよ。でもね、会社じゃない自分の人生の目的ってなると、これはなかなか見つけられないですよ。それはそうですよ。今まで考えてこなかったんですから。ずっと誰かが考えたシステムの上に乗っかってその目標をクリアしていくっていうことだったんですから。ゲームがそうですよね。最終的にこうクリアしていくっていう、第1ステージをクリアして第2ステージをクリアして第3ステージをクリアしてって目標があるわけです。それがどうですか。そうやって全部クリアしたら、あと次誰がクリアすべき目標っていうのを作ってくれるんでしょうか。だからまた別のゲームを買うんです。でもね、自分というこの人生のゲームは誰が何をもってして第一ステージクリアというのか、自分なんです。さて、手乗さん、自分をね、今までレールから外れて上の立場になって人生の意味付けというのを自分でやっていかなければいけないという時期にようやく今差し掛かりましたね。これは苦しいですけれども悩むことじゃない、悪いことじゃない、とってもいいことだと思います。ただそれをただ考え続けるというのはまた左脳に偏っていきます。いいですか。人間は頭の中だけで生きてるわけじゃないんです。動物なんです。体を使って生きてるんです。人生はフィジカルな作業です。メンタルな作業だけではないんです。だからただ考え続けてるだけではダメなんです。今手乗さんが一生懸命言葉を勉強しているという親鸞さん、親鸞さんの言葉をいくらつぶやいてみても手乗さんは親鸞さんではありませんからね。念仏いくら唱えたところで人生変わりませんよ。はっきり言います。親鸞さんがどんな言葉をおっしゃったのか、その言葉に私たちは励まされることはあります。けれども親鸞さんは親鸞さんの意味付けをなさったんです。手乗さんは手乗さんの意味付けをしなければいけない。親鸞上人から学べることは何かと言ったら、その行き着いた境地を語られる言葉だけではありません。親鸞さんはずっと動き続けていらっしゃいました。そう、手乗さんも動き続けなければいけません。動物なんですから。さてどうやって動き続けるか。やりたいことがいっぱいあるって言いましたね。でどれもうまくいくような気がするけれども、どれも中途半端で手がついていない。会社で勤めている人というのはみんなそうなります。そうなんですよ。会社が設定した目標に向かって頑張っていて、そして会社が設定したポジションに従って昇進していく。これとね、自分が何かをやるっていうのは同じようでいて全然違うんですよ。それはそうだ。お母さんが隣にいてずっと宿題を作文手伝ってくれてて、ある時全部自分で作文書きなさいって言ったらやっぱりね、何書いていいか分かんなくなるんですよ。アイディアはある。だけどやっぱ怖いんですね。お金がないんです。今までは会社のお金でできた。今度は自分のお金でやる。どんなに一流企業であっても、そこの部長課長いろんな役を務めた人であっても、ある一点においてね、
小さなラーメン屋さんを掲げたラーメン屋の店長さんと違う点がある。それは何か。自分でやってないっていうことです。会社の名前を使い、会社の資源を使い、会社の環境を使い、会社のスタッフを使い、何かをやっていくわけです。そしてまたそれは会社の理念であったりするんです。それがぴったりと自分に当てはまっていて、その会社の理念に自分もそれを自分の理念としてやっていくことができたら、会社で生きるというのも一つの方法ですよ。けれども、手乗さんは今ね、自分で何かいろいろやってみたいことがある。それをまだ何にも手をつけてないので、わからないんです。さて、手乗さんは今の会社で、またその会社で自分のそれが生きがいと思ってね、今度立場が下の立場から上の立場に今はなってますから、新しい意味付けをまた会社にもたらして、そしてまた会社と一緒になって、これからのまた自分の意味を見つけていくということができるかもしれません。あるいはどっかのタイミングで会社を辞められるのかもしれません。でもどっちもありなんです。どっちもいいです。ただね、自分がやってみたいと思うことがあるんだったら、できるだけ早いうちにやった方がいいと思います。一回やってみるんですよ。思うようにいかないことも、思うようにいくこともあると思います。全部うまくいくような気がしますけれども、全部うまくはいきませんから。もう 100% いきません。けれども全部うまくいくとは分からない。一個がうまくいくとも分からない。ね、けれどもとにかくね、30代差し掛かったんだったら思い切ってやってみてはいかがでしょうか。それが私からの処方箋であり結論です。さて、でもね、何からやっていいかっていうのはやっぱ分からないわけじゃないですか。そこにはお金もかかる。だからどうするか。もう少し具体的なアドバイスを一つだけするとしたら、やってみたいこと全部書き出してみてください。そしてその中で一番利益が取れそうなものを書き出してみてください。その順番に。自分がやってみたいと思うことで、そして一番資金の回収がしやすい、そしてまたたくさん資金の回収ができるということを一番最初にやるべきです。一番やってみたいと思うこと、かつ一番利益が取れると思うこと、それをやって、もしうまくいった場合には、次にやってみたいことがやりやすくなると思いません？これがね、やってみたいことがいろいろある。それでやってみたいことをいろいろ実現している人っているじゃないですか。器用貧乏っていう人と、本当に器用に物事をこなしていく人、何が違うか。実は器用にいろんなことをこなしていく人っていうのも一気にはやってないんですよ。力がつけばつくほど、もう有り余るほどの潤沢な経営資金があればあるほどいろんなことを同時にできますよ。だけど今は手乗さんはないんですもん。でどうするか。過去の先人たちもみんな一緒。いろんなことを成し遂げているように見える人も、実はいろんなことを同時にはやってないです。自分ができること、そして一番利益が取れそうだと思うこと、そこに一点集中してまずやるんです。うまくいったらうまくいった。うまくいかなかったらうまくいかないです。でもこれはうまくいかないということが分かる。うまくいったら資金の回収は早いわけです。そしてすごいスピードでそこに集中していくがゆえに一点突破したら、次にやってみたいことを次にやるんです。で、そうやっていろんなことをやっているように結果として見えているわけです。何年かした後に。でも実際、最初は一点突破からなんです。常に一点突破からです。さて、手乗さん、悶々としながら1年2年過ぎていくんだったら、それだけ思いがあるんだったらね、どうぞ自分がやってみたいことをやってみてください。ただずっと先ほどの疑問は忘れないでいただきたい。何のために自分は生きるのか。この問いはたくさん考えた方が楽になります。後でこれを何も考えないといつかどこかで突き当たります。面白いもんですよ。かなりの好成績を上げてらっしゃる社長さんが同じような質問をくださるんです。私のところへ来て同じような質問をなさるんです。もう十分成功してるでしょうって誰から見ても羨むような社長さんがおっしゃるんです。生きる意味は何ですか。
一生懸命今までやってきたけど分からなくなりましたって。結構ね、夢中で何かをやってきた人っていうのは意外にその業界のトップに行った時にそのような疑問を抱かれるようです。それは何か。食うために目の前のことを一生懸命ただひたすらにやってきたんです。だから経済的には豊かになった。社会的には成功したように見える。けれども人生にとって根源的であり最も大事な問いであるなぜ生きるのかっていうことを問うてこなかったんです。何度も言います。そこに答えはありません。なぜ生きるのか、そこに意味はありません。けれども人間は意味付けを、自分のやっていることに意味付けを持っていった方が生きやすい生き物なんです。だから何かね、こういうことのために自分は頑張ってるんだっていうその大義名分が欲しいんです。これを自分にぴったりであり、そしてまた社会にもぴったりと受け入れていただくというものを見つけた人が経済的にも、そして自分の生きがいとしても充足して生きていくことができるんです。手乗さん、今がその時なんだと思います。どうぞやってみたいことやったらいいです。何からやっていいか分からなかったらどれからでもやりやすいことからやったらいいんです。ただそれがね、生きていく過程ということを心配するならば、優先順位としては自分がやってみたいこと、かつちゃんと資金が回収できること、それが地に足をつけた方法であり、同時にそれをね、自分ごととして真剣にやっていくことによってだんだん問いに対する答えが見えてきます。人生の生きる目的とは何でしょうか、意味は何でしょうかという問いでなく、俺はどうやって生きていきたいのか、その問いに変わってくるんです。人生、生きる意味、これは手乗さんが見つけることなんです。応援してます。頑張ってください。仏教というと非常に漠然としてますが、仏教というのはですね、悟りを開く、悟りを得るという究極の目的に向かって実は修行を重ねていく、厳しい修行を重ねていくという、これは本当に究極の目標達成論なんです。究極の安心を得ていく以外ありません。